ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。東海道線の大船藤沢間にて2032年度開業を目標に新しい駅を設置する構想が発表されています。村岡新駅と仮で呼ばれているその新駅は2021年に JR 東日本横浜支社と神奈川県藤沢市鎌倉市の間にて駅を設置することで合意。翌2022年度より詳細な設計がスタートしており、2024年秋頃より着工に入るとしています。同時に藤沢市や鎌倉市の周辺地域においても本格的な再開発がスタートするとしており、この辺りの地域において今後発展が見込める計画です。しかしこの新駅建設にあたって実は反対意見が多いのも事実。村岡新駅の建設にあたってどういう効果が生まれることを試算しているのでしょうか。また賛成意見や反対意見としてはどのような意見があるのでしょうか。今回は東海道線の村岡新駅に焦点を当てて、その要点や経済効果、意見などを解説・考察してみようと思います。それでは本編へどうぞ。村岡新駅の概要。村岡新駅と仮称されている東海道線の新駅は神奈川県藤沢市村岡東1丁目地区に建設される予定の駅で、東海道線の旅客線に新設される駅となっています。その間に駅ができなければという仮定のもとではございますが、東海道本線の駅としては2020年3月に開業した御厨駅および高輪ゲートウェイ駅以来の新駅となります。ただし御厨駅は東海道線でも JR 東海の管轄エリアにあり、高輪ゲートウェイ駅は JR 東日本の管轄エリアにありますが、山手線と京浜東北線の電車だけが停車する駅です。JR 東日本の運行形態としての東海道線に限った場合、1925年3月25日に開業した熱海駅以来の新駅となります。2032年度の開業を目標に整備が進められるとしており、仮に例年の JR グループダイヤ改正に合わせた上で、その開業が2033年3月中旬になると仮定してみると、2032年度という数字だけ見れば約107年ぶりですが、実際には約108年弱ぶりの新駅となる見込みであることがわかります。駅は東海道線の大船藤沢間に設置される予定であり、距離にして表すと大船駅から約 2.6km の地点、藤沢駅から約 2.0km の地点に設置が予定されています。駅の構造はイメージを見ている限り一面2線の島式ホームで、線路間にホームが設置される駅となっており、ホームドアの設置計画もあることがわかります。この地点にはかつて湘南貨物駅という貨物駅があり、村岡新駅は主にこの湘南貨物駅跡地を活用して作られます。湘南貨物駅はかつて藤沢駅で実施していた貨物取扱いを分離し、1969年に開業した貨物駅となります。シャー使い貨物のみを取り扱う貨物駅とされており、現役時代は年間60万トン程度の貨物を取り扱っていたようです。しかし貨物輸送のコンテナ化が進むと同時に、従来からのシャー使いによるヤード集結型輸送は減少傾向にあり、湘南貨物駅ではコンテナ貨物を取り扱っていませんでした。そのことが原因なのか湘南貨物駅は1985年に廃止され、湘南貨物駅で取り扱っていた貨物についてはおそらく多分横浜羽沢駅や相模貨物駅で受け持つようになっています。湘南貨物駅の跡地は現在更地となっている箇所が多く、その一部の敷地ではドコモショップ藤沢村岡店と蔦屋村岡店が併設された2階建ての店舗や、水野が運営する水野スポーツクラブ藤沢、水野フットサルプラザ藤沢、水野テニスプラザ藤沢などが設けられています。村岡新駅設置による波及効果や再開発など。この湘南貨物駅跡地に設けられる予定の村岡新駅ですが、現在この周辺には湘南アイパークと呼ばれる武田薬品工業を中心とした医療系の開発施設が所在します。この土地にはかつて武田薬品工業湘南工場があり、
この武田薬品工業湘南工場が2006年に閉鎖された後、武田薬品工業湘南研究所として2011年6月に竣工した建物になります。その後湘南研究所の建物空間や研究機器を武田だけでなく、社外の医薬研究者やバイオベンチャーにも開放する形で、湘南アイパークが開業したという形になります。ちなみに正しくは湘南ヘルスイノベーションパークといい、湘南アイパークはあくまでも愛称という形になっています。この湘南アイパークには大船駅か藤沢駅から江ノ電バスに乗車することでアクセスが可能で、正門付近に湘南アイパークのバス停留場があります。藤沢駅からの方が便数があり距離的に近いため、基本的には藤沢駅から江ノ電バスでアクセスとなりますが、大船駅からもそこそこバスが出ているため利用が可能です。そしてこの湘南アイパークの近くに建てられる駅が東海道線の村岡新駅ということになるのです。村岡新駅建設予定地付近には湘南アイパークだけでなく、裏手には湘南鎌倉総合病院及び附属医療研究センターがあり、まさに医療分野の最先端を行く地域となっています。また藤沢市は相模ロボット産業特区の対象地域でもあり、神戸製鋼所藤沢事業所などの施設もこの駅近隣に所在します。藤沢市は駅の開設と合わせて周辺地域を再開発し、日本を代表する先端分野の研究開発拠点とするという方針を掲げ、村岡新駅の設置もそれに沿ったものとなっています。さらに村岡新駅の周辺には公民館も建設中。すでに湘南アイパークという先端医療技術開発施設があり、それを軸として含めながら先端分野の研究開発拠点として整備し、村岡新駅から藤沢駅までの地域において地価向上を見込み、新駅開業10年後以降に藤沢市は毎年16億円以上の税収増加を見込んでいるとしています。さらに藤沢市では市内の新駅周辺地域への直接的経済波及効果について、年間で540億円程度を見込んでいるとしており、駅自体は1日平均6万5800人の利用を見込んでいます。一方、村岡新駅の開設に伴い再開発する自治体は、実は駅が設置される藤沢市だけではございません。実は隣の鎌倉市も再開発を進める予定なのです。予定地から10分ほど歩いて柏川を渡って鎌倉市に入ると、大量の空き地が目立つエリアにたどり着くことができます。この空き地の多くはかつての JR 東日本鎌倉総合車両センターのうち、大船工場を前身とする深沢地区の整備工場があったエリアです。ここでは首都圏在来線電車の一部の法定検査や、JR 東日本最後の205系となる見込みの南部市専用205系など、在来車両の改造工事などを担当していました。さらには地元神奈川県を走る機会のある電車を中心に、車内技術力の維持向上を目的として電車の組み立ても実施していました。大船工場で製造された電車は同じ神奈川県の横浜市金沢区にある旧東急車両製造から固体ブロックを購入した上で、内装組み立てや偽装などを実施したものとなります。1988年から1990年にかけてノックダウン生産された計12両の107系を製造したことから始まっており、その後は地元神奈川県を走る機会のある横浜線205系中間車3両、相模線205系1編成と2両を製造し、京浜東北線209系中間車14両と横須賀線 E217 系12両も製造しました。この経験は1994年に新潟県新潟市秋葉区の新津地区に開所された旧 JR 東日本新津車両製作所、現在の総合車両製作所新津事業所へと引き継がれており、後に東急車両を買収した総合車両製作所横浜事業所と合わせ、JR 東日本の鉄道ビジネスにつながるモデルを構築しております。しかし検査業務については比較的古い車両の担当が多く、209系以降のいわゆる新系列車両と言われる車両については、房総方面の特急列車で使われる255系のみの施工でした。新系列車両の増加や保守体系の見直しがあった結果、既存の大井整形外科と大宮総合整形外科に業務を引き継がせ、
2006年3月を最後に閉鎖となったのでした。こちらについても村岡新駅設置と合わせて再開発が予定され、ウェルネススクエアをまちづくりのテーマとして商業施設、医療、福祉施設、都市型住宅等を設ける計画になっています。さらに2028年度をめどとして鎌倉駅周辺にある鎌倉市役所がこのエリアに移転する予定となっていたのですが、2022年に議会で否決されており、こちらはどうなるか分かりません。また再開発エリアは村岡新駅から徒歩20分ほどの場所にある湘南モノレール湘南深沢駅に近いエリアも含まれており、湘南モノレールとしても既存の駅では確実にキャパ不足になるとして、今後駅改築なども含めてどのように関わるのか課題があるとしています。なお中外製薬鎌倉研究所の跡地もこの土地の隣にありますが、こちらはすでに高砂工業と長谷コーポレーションに売却されており、この跡地については鎌倉総合車両センター跡地再開発とは無関係の再開発が実施される予定となっています。ちなみに建設期間が8年程度と比較的長く取られているのですが、これは貨物列車も含め列車の運転をしながら工事をするためです。また村岡地区と深沢地区を結ぶ橋の建設も予定されており、2031年度に整備を完了する予定としています。村岡新駅建設に対する賛成意見。さてここからは村岡新駅に対する賛成意見を見てみましょう。まず賛成意見としてあったものとして、この辺りの道路事情が悪すぎるというのがあります。というのもこの辺りの道路事情は本当に良くなく、湘南アイパークの前を通る道路をはじめとして、良くて片側1車線の道路が多い地域となっています。なので湘南アイパークへの通勤時などをはじめとして渋滞に引っかかってしまうことも多々あるようです。またそれ以上に特に深刻なのが大船、藤沢両駅付近で、この辺りの道路事情もかなり悪い傾向にあり、雨の日などに渋滞が発生することが多々あります。病院や湘南アイパークの存在で駅がなくても人口は増え続け、この駅ができることによって利便性が上がり、渋滞へ巻き込まれる可能性が減るという意見があります。これは湘南アイパークなどを経由する路線バスも同様で、路線バスについても渋滞に巻き込まれてしまうことで遅延が多発しているという意見があります。その他路線バスでかなり深刻な運転手不足問題について、この駅の整備がいくつかの路線バスの役割を担うことである程度対処することができるとした意見もありました。また湘南鎌倉総合病院が近隣にあることに関連して通院客が利用しやすくなるという意見もありました。村岡新駅建設に対する反対意見。一方で村岡新駅に対して意見が多いのは反対意見の方です。この反対意見が非常に多すぎており、正直上記の賛成意見を見つけるほどですら大変で、賛成意見ですら反対意見に押される可能性があるくらいです。反対意見についてですが、主に3つの要素に分解することができます。まずは1つ目の理由として挙げられる費用面、再開発面についての問題について見てみましょう。まず藤沢市側としては当初の予定とはいえ、再開発区域が約 7.3 ヘクタールと比較的狭いことによって540億円の経済波及効果について疑問視する声があります。また藤沢市では村岡以外にも複数の再開発計画があり、それらについて巨額の財政負担が見込まれることも挙げられます。さらに藤沢市では2019年度からの5カ年において約584億円の財源不足が2018年度の段階で見込まれていました。2021年に策定した中期財政計画においては2024年度の段階で約104億円の財源不足を見込んでいたのに対し、実際には2023年11月に118億円の財源不足へ拡大。藤沢市自体の財政状況が芳しくない状況でもあり、本当に効果はあるのだろうかという観点から懸念が生じているのです。一方で鎌倉市側においては駅設置の効果に疑問があり、そもそも新駅の1日あたり利用者数である約6万5800人について過大な数字だとして疑問視する声があります。
また特に懸念されている事柄として深沢地域の土質などに関する問題です。鎌倉総合車両センターがあった土地の辺りは地盤が緩く、その上に鎌倉総合車両センター時代に発生した大量の鉛による土壌汚染もあった土地となっています。なので曰く付きの土地と言わざるを得ないと考えます。土壌汚染については大成建設、奥村組、銭高組という3つの企業が共同で施工した更地化工事において国内最大能力の可搬式土壌洗浄処理プラントを用いて処理されています。しかしボーリング調査によって30メートル以上杭を打たなければ支持層に届かないことが分かっている事情もあります。この再開発事業で鎌倉市は市役所新庁舎建設費用や駅設置に関する鎌倉市の負担額も含めてだいたい400億円程度が投じられる予定です。実際には国庫補助金や保留地処分金を充てることなどから市の一般財源からは47億円程度の拠出になると見込んでいるものの、昨今の建設費高騰やボーリング調査による結果も含めると実際にはその数倍の額を一般財源から負担せねばならない可能性もあります。さらに液状化の危険性が指摘されている地域であること、また柏川周辺が洪水浸水想定区域に指定されている点など、防災的な観点から再開発がそもそも間違っているという意見もあります。そもそも駅予定地から徒歩で10分程度かかることも含め、再開発しても効果があるかどうか微妙なのではと、ウプ主自身も感じざるを得ないというのが現実です。そして2つ目の理由として挙げられる事柄として、周辺道路環境悪化に伴う渋滞のさらなる悪化が挙げられます。実はこの村岡新駅計画において、道路の拡幅や新設などといった道路関係の整備の道筋が見えていないという問題があります。ただでさえ渋滞が多いのにもかかわらず、駅ができてさらに渋滞が激しくなってしまったらどうするんだ、という意見が一定数見受けられる状態です。そもそもとしてこの地に新駅を設置する計画、実は湘南貨物駅が廃止されて間もない頃である、今から約30年以上前にも浮上した計画でした。しかし一旦は廃れて復活してのこの計画。その要因として挙げられる事柄には、藤沢市と鎌倉市で意見が合わなかったことがあります。鎌倉市はなぜ藤沢市域に設置される新駅なのに、鎌倉市が拠出しなければならないんだという持論。一方の藤沢市は広大な空き地を開発し大きな経済効果が生まれる鎌倉市と同額の費用を新駅になぜ出さなきゃいけないんだという持論。このように両者の間で互いを牽制するような声が少なからずあったことによるものとなっているようなのです。現在でも一体的な開発に向けて進んだと思いきや、村岡は村岡、深沢は深沢と別々の再開発プロジェクトになっており、上記のような意見が少なからず今でもあるように感じます。もちろん道路整備などに関しても抜本的な対策計画がなく、このままでは駅前ロータリーの整備などはあるにせよ、渋滞についてはより悪化してしまう懸念が生じます。この辺りについては藤沢市、鎌倉市双方において歩調を合わせて新駅建設に関する再開発プロジェクトを進めなければならないと感じるのではないでしょうか。経済効果を高めるためにも国や神奈川県が間に入った上で両市に対してリーダーシップを取っていくなんてことももしかすると必要なのではとも思います。ここまでは地域の観点から見た反対意見ですが、最後に村岡新駅に直接関わらない地域からの反対意見として駅間距離が短くなりすぎるというものです。東海道線の駅間距離は平均で 5.5km 程度となっており、10km 以上の駅間距離が続く都心に近い東京、戸塚間を除外してもその平均駅間距離は 4.2km 程度となっています。大船藤沢間の駅間距離は 4.6km となっており、東海道線として考えた場合比較的平均的な距離となります。しかしこの間に村岡新駅を建設したらどうでしょうか。大船新駅間が 2.6km、 新駅藤沢間が 2.0km になってしまいます。特に新駅
藤沢間の駅間距離は東京新橋間の 1.9km に次いで短く、大船新駅間の 2.6km についてもそれら2つに次ぎ、小田原早川間の 2.1km に次いで短い駅間距離です。そのことから新駅に停車することによって東海道線としては比較的短い時間ですぐにストップ&ゴーを繰り返し、所要時間が増大してしまう懸念点があるのです。適当な試算でだいたい3分から4分程度の所要時間増です。東京へ向かう通勤客も多い藤沢より先の住民を中心に、この事柄に起因する速達性の低下を理由として反対意見が非常に多いというのがまた現実です。また住民側の懸念としては東海道線の利用者が多すぎて藤沢の時点ですでに満員電車となっている点があり、東海道線が停車しても乗れない可能性が挙げられていました。それに東海道線は15両編成を最短2分半間隔で運転しており、増発や増欠の余地はほぼないというのが現実。なので東海道線を村岡新駅に停車させるのではなく、大船止まりとなっている根岸線をここに伸ばせ、そのような意見も一定数見受けられました。なお新駅設置に伴う所要時間増加に対する対策として、車両の改造や置き換えなどによって加速度を上げる、特に品川、大船間を中心に最高速度を上げるなどが挙げられます。しかしどちらをするにも一定のコストなどがかかる都合上、藤沢より先の所要時間が増加することを甘んじて、そのまま運転するという線が強いのではと思います。というかそもそもとしてホームドアの整備などもあり、想定以上に所要時間が増加する可能性もあるでしょう。ただし羽田空港アクセス線絡みで車両を置き換えないといけない可能性というのは否定できないため、もしかすると前後して何かしらの手が加わるかもしれません。このように問題点も多く抱えている村岡新駅ですが、その計画はまだ始まったばかりです。155億円と試算されている総工事費用は神奈川県が 30%、JR 東日本が 15%、藤沢市と鎌倉市が 27.5% ずつ負担するとしたこの計画。問題がどのように解決されながら新駅の設置が進むのか、これからに注目していきたい次第でしょう。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、東海道線約108年ぶりの新駅となる村岡新駅について、神奈川県藤沢市村岡東1丁目に建設される予定の駅で、かつて国鉄の湘南貨物駅があった場所に建設が予定されていること。付近には湘南アイパークや湘南鎌倉総合病院など、医療の最先端に関する施設が集まっているほか、神戸製鋼所の藤沢事業所なども所在しており、藤沢市は駅の設置を機にこの地域を先端分野の研究開発拠点として整備したいとしていること。柏川を渡った対岸にある鎌倉市においても、かつて JR 東日本鎌倉総合車両センターの工場があった部分を中心として、駅の整備と合わせて再開発を進めたいとしていること。駅設置への賛成意見としては、道路環境がひどすぎることに由来したものが挙げられること。一方で駅の設置については反対意見の方が圧倒的に多く、地域からは費用対効果への疑問や貧弱すぎる周辺道路の混雑問題、また藤沢より先の東海道線利用者を中心に所要時間増大を問題視する声も非常に多いことなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。